画面めっちゃ明るくなったね。これで眩しい日中帯も見やすくなったね。フレームレートが上がって映像がより滑らかだね。フロントカメラは 55fps で夜も滑らか。何が進化したのか比較してみると意外な点も。ポーミドから新しいミラレコが登場。滑らかな映像が撮れるようになったので試していこう。いやあ皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。ポーミドから新しく出た最新のミラー型ドラレコを試していこうと思います。現在も七草はポーミドさんのミラー型ドラレコを使っていますので、そのシリーズに新しいモデルが登場したとなったら試すしかないですよね。今回試していくモデルはポーミドの PRD8XC という最新のモデルです。開封しながら見ていきましょう。誰も見たことがない新たな高画質時代へ。この言葉は2世代前から健在ですね。七草は2世代前のこのシリーズの火付け役となった PRD80C、このモデルを現在使っていて、さすが大人気モデルなだけあって大活躍でした。まだまだ現役でも使っていけるんですが、今回新たなモデルを使う機会がありましたので PRD8XC に変えていきます。実はこれ2世代新しくなっておりまして、 PRD80C の次のモデルは PRD81C というモデルがありました。そして今回新しく登場したモデルが PRD8XC というわけです。七草は PRD80C から PRD8XC に交換していきます。新モデルって何が変わったのって思いましたので、分かりやすく表を作りました。はい、3モデルを並べてみましたが、実はね、一番新しいモデルが全ての性能が良くなったというわけではないんですね。まず PRD81C が出た際に PRD80C と何が変わったかと言いますと、はい、こちら前後ともカメラの解像度は変わっておりません。フレームレートも変わっておりません。センサーも変わっておりません。何が変わったかというと、そもそもの形が変わりました。 PRD80C はやや台形のような形をしているモデルでしたが、 PRD81C からは長方形の形になりました。それに伴って液晶サイズが10インチから11インチになりました。はい、そしてここで変わったのが液晶輝度です。液晶の明るさですね。 PRD80C は液晶輝度約600カンデラ。これは日中帯の眩しい環境だと液晶を最大に明るくしても暗くて見にくいという声がありました。そこで PRD81C はこの液晶輝度を倍の最大1200カンデラまで上げました。これで日中帯も液晶画面が見やすくなったみたいですね。はい、なのでそもそものハードが変わりましたっていうのと、液晶がめちゃくちゃ明るくなりましたっていう進化でした。では今回の PRD8XC、前回の PRD81C とは何が変わったのか、こちらを比較していきましょう。まずはフロントカメラの解像度。なんとここが前回の PRD81C が 2K に対して、新モデルの PRD8XC はフル HD になっています。はい、フロントカメラの解像度は落ちています。いきなりなんか劣化してんのと思いましたが大丈夫です。リアカメラの解像度は変わらずフル HD。 はい、そして次ですね、フレームレートです。ここが今回のモデルの売りである一つですね。フレームレートが前後とも 60fps になりました。正確に言うと後ろのカメラは 60fps で、前のカメラは 55fps です。前のカメラは LED 信号を捉えるために60からちょっと落とした 55fps になっています。これ前回の PRD81C はフレームレートは 30fps だったんで、ここが良くなってますね。フレームレートって何っていう方のために説明しておきますと、カメラをいじっていると嫌でも出てくるワードなんですが、動画はパラパラ漫画と同じ仕組みでたくさんの写真を連続で見せることで動いているように見えます。その時に1秒間に何枚の写真を見せているかを表す数字がフレームレートです。例えば 30fps で撮影した場合は1秒間に30枚の写真を撮影します。対して 60fps で撮影した場合は1秒間に60枚の写真を撮影します。この場合1秒間に30枚の写真より1秒間に60枚の写真の方が滑らかで美しい映像が撮れます。よくヌルヌルとか言いますが、動画の滑らかさですね。なのでフレームレートの数字が大きい方がすごく滑らかでリアルな映像が撮れます。ドラレコ以外だったらあえてフレームレートを 24fps まで落として映画のようなね、少ししっとりとした動画を撮ることもできます。
戻りまして、新モデルの PRD8XC はこのフレームレートがフロントカメラで 55fps、 リアカメラで 60fps まで上がっております。そしてセンサーも上がっております。ソニーのスタービス技術を搭載した CMOS センサー IMX462 を前後に採用しております。スタービスについてはスタービス2ではなくスタービス第1世代です。センサーについても前後とも上がっております。本体の外観は前回の PRD81C と変わらず、液晶サイズも11インチ、液晶輝度は最大1200カンデラで、このシリーズのめちゃくちゃいいところが全て GPS が内蔵されております。余計に GPS アンテナのケーブル引っ張らなくていいね。純正ミラーをアームごと丸々交換するので、まるで純正ミラーのような仕上がりになります。あとこのシリーズは電源はシガーソケットから取るタイプではないので、ヒューズボックスから電源を取ったり、多少の知識は必要です。七草は自分でやりますが、取り付けについてはプロに丸投げがおすすめです。はい、中身を取り出しました。これで全てです。それでは一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。このように長方形の形をしています。サイズは11インチ、幅は26センチで高さが 7.6 センチ、奥行きが5センチです。上部の真ん中に SD カードを入れるスロットがあります。マイクロ SD カードはクラス10の 64GB が付属しておりました。はい、そして裏ですが、光センサーが搭載されています。なので画面の輝度を自動調整してくれます。本体から出ているケーブルは1本のみ。いいね。本体下部には3つの物理ボタンがあります。これは後でやっていこう。標準のアームが1つ入っています。車種専用のアームもあるので、車種によってはそちらを選んでください。本体から出ているケーブルをここに通して設置できるみたいですね。フロントカメラです。最近このタイプのカメラ多くなってきましたね。フロントカメラの先はオレンジになっていて4ピンのメスタイプ。カメラの角度はここで調整できます。続いてリアカメラです。リアカメラもフロントと同じようなタイプで、ケーブルの先は黒の4ピンメスタイプ。付属品もたくさん入っていて、これはフロントカメラのステーですね。より本体と一体化に見えるので、これ後でつけてみましょうか。こちらが駐車監視ケーブルです。というかこれが電源ケーブルです。今回シガーソケットに挿す電源ケーブルはありませんので、ヒューズボックスなど直結で電源を取る必要があります。対向側は本体とフロントカメラ、リアカメラのケーブルをつなぐようになっています。そのためヒューズケーブルが付属しているんですが、なんだこのタイプは初めて見たぞ。今までヒューズの形に合わせてその本数分ヒューズケーブルが入っていましたが、今回はその先の端子のみが別袋で入っていて、車種に合う端子を選んでヒューズケーブルに挿すわけですね。なるほど。この端子、平型、ミニ平型、低配と3種類のヒューズが入っていますとホームページ上書かれていましたが、もう1種類のマイクロ2、この端子も付属されていましたね。アウトランダーはマイクロ2だから助かったわ。これを使います。今回はこのマイクロ2の端子をこのヒューズケーブルに差し込みます。はい、こんな感じでヒューズケーブルができました。これがもう1本分と、あとは予備で1袋ですかね。次、リアカメラ延長ケーブルが1本。あとは本体背面カバーだったり、ケーブルの生鮮セットもあります。アピール満載のマグネットもついてました。マグネットタイプです。取扱説明書は厚さはこれぐらいで、全て日本語でカラー印刷されています。もちろん保証書もありますよ。反射防止フィルムも2枚ついています。日中帯での映り込みが気になる方はこのフィルムを貼ってもいいですが、七草は一度も使ったことがありません。はい、そして技的確認書が入っていました。もう散々言われるんでしょうね。技的あんのかとかね。はい、しっかり技的あります。裏もなんかこんなレポートみたいのがありますね。はい、それでは少し組み上げてみましょうか。本体から1本出ているケーブルをこのアームに通します。こんな感じです。そしたらそのまま根元まで下ろしまして、付属のネジを締めていくわけですが、付属のドライバーもついています。ドライバーまでついてんの親切だね。ただ少し使いづらいので自分のやっぱり使うか。マグネットパワーを付け出してネジが簡単にひっつきます。はい、あとはこんな感じで締めていきます。ネジは4箇所です。ネジ1本余分に入ってたな。はい、今こんな感じです。次に背面カバーを取り付けるんですが、このなんか蓋がついてる方が上ですね。ここに穴があります。SD カードが通る穴です。この背面カバーを取り付ける際は、マイクロ SD カードは抜いた状態で取り付けてください。破損の恐れがあります。こんな感じで背面カバーを取り付けました。OK だね。このカバーを取り付けてからマイクロ SD カードを入れてくださいね。下準備ができたので、車内で取り付けていきましょう。はい、車内にやってまいりました。今日まではこの PRD80C を使っておりました。これもものすごく優秀で、そんなに買い替えるものじゃないんで満足しておりましたが、今回 PRD8XC に変えていきます。
このシリーズは電源シガーソケットから取るタイプではないので、フューズボックスなどから電源を取るためにある程度車をばらす必要があります。取り付けはプロに丸投げした方が早いし安心だと思います。七草はカー用品しょっちゅう取り替える機会があるので、自分でなんとかやりますが、動画にしてなかったら絶対自分でやってない。お金払ってでもやってほしいです。なんとか頑張ります。ミラーを外しましたので、純正ミラーの取り付け位置にこのようにね、新しいミラーをはめていきます。ミラーごと取り替えるので、被せるタイプのような後付け感は全くありません。アウトランダーはここに引っ掛ける場所があります。あ、そうだ、今回フロントカメラにこのようなステーがついていて、こんな感じにこのステーの中にフロントカメラのケーブルが収納できます。これを使うとミラーの裏にまるで一体型のようにフロントカメラを設置することができます。車種にもよると思いますが、これが付けられる車は分離式カメラなのに一体型に見えるかっこいい設置の仕方で取り付けることができます。ハマったね。これをこんな感じに通してはめ直すと、こういう感じにフロントカメラが設置できるわけか。ミラーの裏に綺麗に設置できそうだね。もちろんこのステーを使わなくても普通に通常の分離カメラとしても設置できますからね。フォーミドのアームはプラスネジでした。ここを締めていきます。ちなみに純正のミラーはトルクスネジでした。星型のやつです。よし OK。 この1本のケーブルをそのまま上に隠すんであれば、このアームもケーブルをこうやって上から出した方がいいね。このステーもなるべく上側につけようかな。ステーにも両面テープがついています。やべ、日が暮れそうなんでちょっと飛ばします。はい、アウトランダーのヒューズボックスはこの辺をばらしたところにあります。このヒューズボックスからヒューズケーブルをつないで電源を取ることを想定しています。このモデルは。今回七草は納車時にディーラーでデジタルインナーミラーを取り付けてもらった時の電源がね、このヒューズボックスの裏にありますので、ここから今回電源を取りました。赤がアクセサリーで黄色が常時電源です。多分ね、ここから分岐してるケーブルっぽいね。知らんけど。ヒューズボックスからの電源取り出しは別の動画でやってますので、気になる方はこの動画をご覧ください。ドラレコを1台しかつけないって方は、このバッテリーから電源を取るのがおすすめ。ここで一度起動するかチェックしましょう。つきましたね。全部組み上げ終わってから電源つかなかったってなったらやる気ゼロになってしまうので、電源に接続したら一度つくかを確認した方がいいですね。ついでに初期設定ぐらいはやっておきましょうか。日本語を選択します。タイムゾーンは日本は UTC プラス9時間ですね。周波数は東日本は 50Hz、西日本は 60Hz を選んでください。スピードはキロで OK。設定は以上。テールゲート開けっぱなしなので天井が映ってますね。レンズのフィルムも剥がすのは忘れずに。ちゃんとついたんで組み上げていきますか。なんだこれ。ここ1本ケーブル外しましたが、BOSEのスピーカーかな。リアカメラはこんな感じで設置しました。この中を通って、ここもバリッと開くんでね。この蛇腹を通して天井裏に行ってます。うわ、蛇腹汚な。触ったところがめっちゃ汚くなってますね。はい。で、今回上の方を通して前に行ってます。はい。取り付け完了しましたので、ちょっと移動してきました。ミラー裏にフロントカメラ設置しましたが、こんな感じで一体型に見えてめっちゃかっこいいね。本体から出ている線も1本しかないので、他の配線は全部隠せますので、こんな感じで綺麗に仕上がりました。自分でやると達成感は結構あります。ではフィルムを剥がしていきましょう。デロン。はい、ミラーとしても綺麗ですね。電源を入れてみましょう。起動しました。起動と同時に録画が自動で開始されます。タッチパネルタイプです。では先に映像から見ていきましょう。こちらが PRD8XC のフロントカメラの映像です。あいにく天候は曇りなんですが、日中帯での映像はこのような感じです。フロントカメラの解像度はフル HD の 1080p、フレームレートは 55fps、センサーはソニーのスタービス技術を搭載した IMX462、画角は170度で F 値は F1.8 です。トンネルの明暗さはいかがでしょう。さすが車専用品だけあって白飛びは全くないですね。解像度がフル HD なんで、最近のドラレコの 4K 映像と比べてしまうとやはり物足りない感はありますが、この製品はドラレコ専用というわけではなくミラー型ドラレコなんで、映像の記録がしっかりと撮れていればいいのかなと思います。それより今回進化したのがフレームレート。フロントカメラは 27.5 から 55fps に向上しています。その分映像がより滑らかになっていますね。全モデルの解像度は 2K だったので、今回フル HD になって解像度は下がりましたが、フレームレートが倍になったっていう感じですね。センサーも良くなってますしね。滑らかさ、よりリアルを追求した映像となっております。前方の車のナンバーの見え方はこのような感じです。ナンバーはしっかり見えてますね。
ただこのようにクロップといって録画した映像をズームしてみるとフル HD で録画したデータをズームしていますので少々粗さが気になるというかフル HD の映像だなと思います。スマホでこの動画を見ている場合はあまり気にならないかもしれませんが大型の 4K テレビでこの映像を見た場合は粗さが目立つと思います。とはいうものの普通の画角に戻すとこのような感じの映像ですので十分っちゃ十分ですね。 2K からフル HD になったのは気になるね。 2K は難しかったんかな。ただフル HD にもメリットはあってそれはマイクロ SD カードの容量です。フル HD は 2K の動画と比べるとデータ量が少ないのでその分長い時間をデータとして残せます。続いてリアカメラの映像です。解像度はフロントと同じフル HD の 1080p、フレームレートは 60fps でリアにもフロントと同じスタービス技術を搭載した IMX462 センサーが搭載されています。画角はフロントより若干絞った150度で F 値はフロントと同じ F1.8 です。やはりフレームレートが 60fps なので滑らかな映像が撮れています。リアカメラについてはただ単にバージョンアップされておりますね。解像度はフル HD で変わりませんがフレームレートが倍の60になってますしセンサーも IMX462 にアップデートされています。日中帯でのリアカメラのナンバーの見え方はこのような感じです。全く問題ないね。めっちゃ見えます。ズームするとこんな感じです。続いて夜間の映像を見ていきましょう。こちらが夜間のフロントカメラの映像です。フル HD ですが高フレームレートのおかげか明かりがあるところでは映像がものすごく滑らかで綺麗に見えます。対向車のヘッドライト、前方の車のテールランプ、街の照明、このような光を白飛びせずに綺麗に映し出すことができています。やるね。夜間でのナンバーはこんな感じ。ナンバーも見れますね。ズームするとこのような感じです。結構夜間はライトが強いんですが白飛びせずに見ることができます。夜間のリアカメラの映像です。明かりが多いところでは鮮明に、明かりがないところではやはり暗くなってしまうんですが後続車のライトがあるだけでだいぶ違いますね。夜間の後続車のライトやナンバーはこのように見えます。これ結構ヘッドライトやフォグランプ眩しいんですがライトに負けることなく白飛びなくナンバーが映っています。寄ってみます。ズームするとこんな感じ。寄るとナンバーの上の小さい文字はやや見にくいですね。夜間はやはり暗いので後続車との距離が近いほどはっきり映ります。なので玉突きだったり煽られたりする場合はバッチリ映りますね。とはいえデジタルミラーとしての見え方はものすごく綺麗です。日中帯でも画面がものすごく明るくて見えづらいってことはないですしミラー型ドラレコならドラレコの映りもそうですがミラーの映りも重要なポイントです。サイズが11インチですがバイザーには干渉することがないちょうどいいサイズです。以前使っていた PRD80C より色合いもはっきりしていると思います。日中帯での車内からの見え方はこんな感じでした。操作感を見ていきます。ミラーの下に3つの物理ボタンがあります。一番右のボタンが一度押すと画面を消すことができます。これは画面を消してるだけであって録画はそのまま続いています。普通のミラーとして使いたいって時に切り替えが可能です。もう一度押すと画面がつきます。画面をつけたくない時にワンタッチでオフオンができるっていう感じですね。次、真ん中のボタンですがカメラを切り替えることができます。フロントカメラとリアカメラを同時に映したりフロントカメラに切り替えたりリアカメラに戻したりこれがループする感じです。真ん中のボタンを長押しすると今度はドラレコの電源を切ることができます。真ん中のボタンを長押しすることで電源オンです。一番左のボタンは写真を撮ることができます。ではタッチ操作を見ていきます。ポーミドのミラーはここのねタッチのヌルヌル感がすごいんですよ。前後ともカメラは広く撮ってますのでミラー自体を上下に操作することでお好みの画角に調整することができます。ほら指にすぐひっついてくるでしょ。これね未だに日本の某有名ミラー型ドラレコメーカーの最新製品触りましたがここの動きがね未だにめっちゃ悪いんですよ。頑張ってほしいです。実際七草も使っていましたがこのポーミドの前の製品に乗り換えた際にめちゃくちゃ感動したのを覚えております。はい、そしてここの右端を縦に動かすとこのようにズームアウトすることができます。なのでミラー型ドラレコは超広角すぎて通常のミラーの距離と全然違うから慣れないっていう方もいると思いますがお好みで調整できます。七草はもう一番広角で使ってますね。あと先ほど真ん中のボタンでカメラを切り替えることができると言いましたが下の物理ボタンを使わなくても画面をシュッと横にスライドすることで同じようにカメラを切り替えることができます。これ右から左、左から右どちらでも OK です。
画面をタップすると下の方に何種類かボタンが出てきます。設定項目は一番左のボタンですね。ポイントを絞って見ていきます。まず解像度です。これは最初に説明した通りフル HD なので 1080p しか選べません。次 G センサー感度ですが、これ感度が全モデルでは3段階でしたが、今回10段階選べるようになりました。駐車中ではなくエンジンがかかっている時の衝撃検出ですね。駐車監視はまた別にあります。では次、その駐車監視モードですが、駐車監視機能を使いたい方はここをオンにしてください。3つ項目があります。駐車監視の感度、これが衝撃検知ですね。あとは駐車監視中のタイムラプス録画です。何秒に1回撮影するかを選択できます。遅くした方がよりカクカクな映像になります。あとはタイムラプスの時間の設定ができます。駐車監視モードを使いたい方はオンにしておいていいですが、車のバッテリーを消費することになるので、それを加味して使ってください。はい、そのバッテリーを使いすぎないようにバッテリー電圧保護設定の項目もあります。車のバッテリーの電圧が何ボルトを下回ったら駐車監視をやめてドラレコの電源を切るというモードですね。これも3つの値で好きな値を設定できます。ただこれを過信しすぎてはいけなくて、バッテリー保護設定をしていたとしてもバッテリーにダメージを与えているのは変わらないですからね。七草はやっぱり駐車監視機能を使うならドラレコ専用のバッテリーがあった方がいいと思います。あと明るさですね。これも設定できるんですが、今回輝度調整がついているので自動がいいと思います。カメラの設定ですが、たとえカメラを逆向きに取り付けてしまったとしても、ここでカメラを左右上下反転させることができるので、なんとでもなる優秀な設定項目です。通常はリアカメラの鏡像だけオンにしておけばミラーで見たままの映像が映るので、これでいいと思います。ガイドライン表示ですが、リアカメラ延長ケーブルの赤線を接続すればデジタルミラーにバックのガイドラインを表示させることができるんですが、バックする際はナビ画面を見るからミラーのガイドラインは見ないかなってことで七草は接続していません。設定はこんな感じですね。次ですが、ここの再生ボタンから録画したデータをすぐに見ることができます。一番右上のアイコンが車が前向きになってますが、ここをタップすると後ろ向きになりまして、リアの映像も見ることができます。なんかあったらすぐに見返せるからいいね。緊急録画はここの場所に保管されます。写真はその下のここ。はい、次ですが、ここが録画開始停止ボタンです。エンジンをかけると自動的に録画はスタートしますが、停止してしまった時にまた開始するボタンです。録画中はここが赤に点滅します。なので録画しているかはパッと見でわかりますね。次のボタンがカメラの切り替えボタンです。カメラの切り替えパターン3パターンぐらいあるね。次のカメラのマークは写真です。写真も撮り方2パターンあるね。最後、この鍵のマークは緊急録画ボタンです。ここを押すと録画マークが赤から黄色の点滅になりました。これが緊急録画です。ドラレコの録画はループして録画しますので、容量がいっぱいになったら上書きされてしまうんですが、緊急録画は別の上書きされないフォルダーに保管されます。ただこれ注意点があって、緊急録画を押した場合は黄色点滅から赤点滅に戻るまでそのまま録画し続けてください。これ試しに途中で緊急録画をやめたんですが、今赤点滅に戻しました。この状態で録画データを確認してみたんですが、緊急録画鍵マークはここの真ん中ですね。はい、このように緊急録画に先ほどの録画データは残っていません。なので緊急録画をした場合はこのまま黄色の点滅に変わってからもそのまま撮り続けてください。1分ぐらいで戻ってきます。はい、少し飛ばしまして赤点滅になりました。ここがね、赤点滅に戻ってきました。この状態で緊急録画のデータを見ると、このようにしっかりと緊急録画のフォルダーに動画が残っています。注意点は以上です。あとはここの画面表示がいらないなって場合は消すことができます。この左下の GPS の表示も消すことができます。それぞれやり方が違います。右上の時刻ですが、若干長押しするだけで消すことができます。戻すときはちょんじゃなく少しだけ長押しして離すと戻ります。これ絶妙な押し時間でちょんだけでは反応しないんですが、若干長押しで消したり戻したりすることができます。左下の位置情報ですが、こちらは設定からGPS 表示、これをオフにすると消すことができます。それでは気になる点を言っていきます。まず1つ目が、夜間でのリアカメラ越しのミラーの映像が若干ノイズが目立つということです。こちらは以前のモデルの PRD80C なんですが、比べてみると以前のモデルの方が夜間でのノイズは少ないです。ただ以前のモデル PRD80C はユーザーの声で日中帯での映像がやや暗いとの声があって、今回のモデルでは明るさを約2倍に改善しております。夜間での映像は若干ノイズが目立ちますが、これは明るさ向上の影響によるものみたいです。
2つ目がこの一体型に見えるフロントカメラなんですが、設置する際にしっかりつけないとあるあるなんですが、こう外から見た時に気泡が結構目立ちます。これスマホのフィルム以上に気泡抜くの難しいので、誰か綺麗に貼る方法がありましたら教えてください。せっかく車を綺麗にしたのに鳥糞までとはいきませんが、なんか指紋のようなものがついてるようにも見えます。これ結構外観気にする人は気になるポイントだと思います。七草は気になりましたが諦めました。気になる点は以上です。ということで今回はフォーミドから新しく出たミラー型ドラレコ PRD8XC をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。七草が使ってみた感想では、全てが良くなったというより一部が進化したという印象です。フレームレートが 60fps になって録画映像がより滑らかになったことは間違いないですし、画面自体の明るさもものすごく明るいのでとても見やすくなりました。カメラについては前後ともフル HD の前が 55fps 後ろが 60fps なので、解像度より映像の滑らかさを優先したモデルだと思います。対しまして以前使っていた PRD80C は前は 2K 後ろはフル HD と前のカメラの解像度は高いんですが、フレームレートに対しては前が 27.5fps 後ろが 30fps です。この通り新しいモデルより滑らかさは劣りますが、カクカクしてるまではいかないと思います。また直接見た時のミラーの映り方が新モデルよりも綺麗に見えるので、何を優先するかですが PRD80C もまだまだ使えると思います。リアカメラの夜間の映像も PRD80C の方がなんか綺麗に映っているように見えます。リアカメラについてはどちらともフル HD ですが、カメラ自体変わっているのでそれによって違うのかな。新モデルの方がリアカメラは 60fps になってるので、滑らかさはやはり新モデルの方がいいですね。まとめますと、前後ともフル HD でもより映像の動きが滑らかになった解像度よりフレームレートを優先にしたい方は新モデルの PRD8XC。 対してフロントカメラの解像度は 2K の方が良くて、その分映像の滑らかさはそこまで滑らかではなくて良くて、夜間でのリアカメラの映像や夜間での直接ミラーに映った映像が綺麗な方がいいという方は PRD80C もまだまだ使えると思いました。七草は今回の新モデル PRD8XC をしばらく使ってみようと思います。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!